はい。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。Microsoft Access ではデータを検索する方法が2つあります。今回は SQL を使って検索する方法について解説させていただきます。もう一つの検索方法、クエリデザインでクエリを作成し検索する方法については過去動画で解説しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ご覧になられていない方はよろしければご覧になってください。今回の動画は SQL 文を使った基本的なデータ検索方法について紹介していきたいと思います。1、数字の検索。2、文字の検索。3、日付の検索。4、並び替え。5、集計。6、リレーションシップが作成されている場合について紹介していきます。では始めていきましょう。先に説明で使うテストデータを紹介しておきます。括弧6のリレーションシップの例を除く項目では、架空の個人情報を使った顧客情報を使います。100人分の個人情報が登録されています。個人情報の内容としては、ID、氏名かな、電話番号、郵便番号、住所、生年月日、年齢の8項目となっています。ID はオートナンバー型、氏名かな、電話番号、郵便番号、住所は短いテキスト、生年月日は日付型、年齢は数字型となっています。SQL 文で検索する方法を紹介します。メニューの作成、クエリデザインを選びます。テーブルを選択する画面が表示されます。ここで左上にある表示のところを SQL ビューに変えます。すると、セレクトとセミコロンが表示されました。SQL 文の基本形は、セレクト、スペース、表示するフィールド、スペース、from、スペース、検索するテーブル、where、スペース、条件、セミコロンとなります。画面の表示上、開業が入って3行になっていますが、SQL 文としては、表示上の開業は開業と認識されず、セミコロンまでが1行とみなされます。ですから、SQL 文を書くときには、適度に開業を入れながら書いて、見やすくすることをお勧めします。また、SQL 文の最後のセミコロンは忘れがちなので、忘れないように注意しましょう。具体例を挙げながら SQL 文の書き方と検索結果を見ていきます。まず、数字の検索です。顧客情報のテーブルで年齢が40歳の人の名前と年齢を検索してみます。この時の SQL 文はこのように書きます。セレクトの後は顧客情報テーブルの名前と年齢を表示しますから、セレクトスペース t アンダーバー顧客情報ドット氏名カンマ t アンダーバー顧客情報ドット年齢です。テーブルの後にドットフィールド名で表示する内容を書いていきます。複数ある場合はカンマで区切ります。検索するテーブルは t アンダーバー顧客情報ですから、from t アンダーバー顧客情報。続いて検索条件を書いていきます。where t アンダーバー顧客情報ドット年齢イコール40。最後はセミコロンです。これで年齢が40歳の人の名前と年齢が表示されます。では実行してみます。はい。年齢が40歳の人の名前と年齢が表示されました。ちょっと余談になりますが、SQL 文を書くと一緒にデザインビューも作成されます。この逆も同じで、デザインビューを作ると SQL 文も作成されます。
左上の表示からデザインビューを見てみると、このように40歳の人を検索する条件が出来上がっています。簡単な SQL であればデザインビューを使って作る方が楽かもしれませんが、デザインビューを使って検索条件を作ることが難しい場合には SQL 文を使うなど、2つの検索方法のうち使いやすい方を使うことをお勧めします。では SQL 文の書き方に話を戻します。次は文字の検索です。名前が三橋のり子さんという人を検索してみます。先ほどと同じように書いていきます。検索条件が文字の場合、ダブルコーテーションで挟むようにします。SQL 文はこのようになります。では実行してみます。はい、三橋のり子さんが表示されました。検索する文字が全部わかっている場合には、このように検索することができますが、文字の一部、例えば今の例で言うと、三橋のり子さんのさんだけがわかっているとき、さんを含む氏名の人を探してみたいと思います。文字列の一部しかわからない状態で検索するときには、like を使います。この like を使うときには、ほとんどの場合、アスタリスクも使います。ここでは検索したい文字の前、または後ろの文字は何文字でもどのような文字でも構わないというふうに使います。ですから、例えば3という文字を含んだ名字や名前を検索する場合には、like、ダブルコーテーション、アスタリスク、3、アスタリスク、ダブルコーテーションという条件にします。SQL 文はこのようになります。この条件で実行してみると9人の氏名が出てきました。次は日付で検索してみましょう。生年月日が1990年1月1日より前の人の氏名と生年月日を検索する場合は、検索条件のところに小なり記号#1/1/1990/ と書きます。SQL 文はこのようになります。実行するとこのような結果になります。次は並び替えです。今検索した生年月日、日付の若い順に並べてみましょう。この場合、SQL 文はこのように検索条件の後にオーダーバイ、スペース、並び替えしたい項目、スペース、アスクと入力します。オーダーバイが並び替え、最後のアスクが小順を表します。後順を表すときには、最後のアスクの部分がデスクとなります。では実行してみます。はい、このように並び替えが行われました。次は集計の方法です。集計では平均の求め方と条件に合ったデータ件数の求め方の2つを説明します。まず、年齢の平均の求め方です。平均はアベレージという関数を使います。SQL 文はこのように書きます。アベレージの後に括弧を書いて、計算したい項目を書いて、括弧を閉じます。ここでは、その後に as 年齢の平均と書いてありますが、これは年齢の平均を計算したものを年齢の平均と呼びますという別名の宣言になります。as は別の名前をつけるときに使います。わかりやすくするためにつけるものなので省略しても構いません。では実行してみます。はい、平均年齢を求めることができました。集計の後は
年齢ごとに人数を数える方法を説明します。SQL 文での求め方は、まず年齢ごとにグループを作り、そのグループごとに何人いるか数えます。SQL 文はこのようになります。表示する項目は年齢と年齢ごとに作ったグループの人数ですから、このようになります。データの個数を数えるときには、カウントという関数を使います。検索条件はないので、where は書きません。その代わり、同じ年齢をまとめるためにグループ by を使います。グループ by 年齢で年齢ごとにグループ化しています。実行すると、このように年齢ごとの人数が表示されます。最後はリレーションシップが作成されている場合の検索方法です。2つのテーブルをご覧いただきます。まず、社員のテーブルです。このように、社員番号、氏名、部署 ID が登録されています。次に、部署のテーブルです。部署 ID と部署名が登録されています。社員のテーブルの部署 ID と部署のテーブルの部署 ID で関連付けが行われています。この2つを組み合わせて、氏名と部署名を表示してみます。先に結果をお見せした後、SQL の説明をします。結果はこのようになります。では、この結果を求める SQL を説明します。セレクトの後は社員テーブルの社員名、部署テーブルの部署名を表示します。検索するテーブルは社員テーブルと部署テーブルなのですが、部署テーブルを検索するときには、社員テーブルにくっつけて検索します。インナージョインで部署のテーブルをつなげるということを表しています。くっつけの条件は、社員テーブルの部署 ID と部署テーブルの部署 ID が同じものです。その部分が ON 以降になります。このようにリレーションが作成されているときには、インナージョインを使ってテーブルをつなぎ、ON の後につなぐ条件を書くことで結合して表示することができます。最後の例はちょっと難しかったかもしれませんが、覚えていただけると役立つと思います。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは初心者、中級者向けに IT に関する情報を配信しています。皆さんの役に立つ情報を配信していますので、よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また動画配信します。お楽しみに。